皆さんこんにちは。これはデルのノートパソコンですが、今日は本体ではなく、AC アダプターが主役です。BIOS のセットアップを起動して、バッテリーインフォメーションを参照すると、このように、バッテリーの状態と AC アダプターの情報も表示されます。これは、正常な AC アダプターの場合で、45W ということがわかります。これは、AC アダプターの ID 信号に異常がある場合です。AC アダプターの使用が不明になっています。これらは実際につないだ AC アダプターです。左が 130W ですが、ID 信号に異常があります。右が 45W で、正常です。今回は、この ID に異常のある AC アダプターを調べて、何が問題なのか、修理にトライしたいと思います。ID 信号がちゃんとつながっているかを調べようと思いますが、ID とグランド間の静電容量を、正常な AC アダプターと異常のある AC アダプターでそれぞれ測ろうと思います。このテスターで測りますが、そのまま突っ込むと、内部のプラス端子と ID 端子をショートしてしまうので、絶縁テープを貼ります。テスターの端子の外側を絶縁することで、ID 端子だけに接触するようにします。さあ、それでは正常な AC アダプターから測りましょう。約2マイクロファラッドありますね。それでは、異常のある AC アダプターはどうでしょう。200ピコファラッドもありませんね。全然違います。きっと、どこかで切れていると思います。プラグの根元で切れているかもしれないので、ぶった切って調べてみましょう。3本線があります。プラグまでつながっているかテスターで調べます。3本ともつながっていますね。つまり AC アダプター本体の中が怪しいですね。ということで AC アダプターを開けていきます。いろんな工具を使って開けていきます。他の方がガソリンで接着部分を溶かしてきれいに開けている動画も見ましたが、匂いが苦手なのと実験用の AC アダプターなのでゴリゴリやってしまいました。一番役に立ったのは小さなマイナスドライバーで、隙間ができてからは車の内張り剥がし用の工具が役に立ちました。これです。ようやく開きました。シールドカバーで上下から覆ってあります。上のシールドカバーを外すと、下のカバーが2箇所でグランドの線とハンダ付けされているので外します。黒い絶縁カバーを外すと、ID 信号のつながっている部分が見えてきました。こんな感じに焦げていました。しかもチップ抵抗が一つ外れてしまっています。そのチップ抵抗の抵抗値を測ると1メグオームもあります。本来何オームが正解なのかググってみたところ、こんな回路図が2つありました。2つとも130オームとあったので130オームが正解と思われます。とりあえず焦げているパターンを剥がしてできるだけきれいにしました。ぴったり130オームのチップ抵抗は持っていないので150オームと1キロオームを並列にハンダ付けすることにしました。ハンダ付け用のランドはもうないので ID 信号とダイオードの端子に直接ハンダ付けすることにしました。まあまあ綺麗に出来上がったと思います。念のため抵抗値を測りましょう。狙い通り約130オームになりました。次に容量も測りましょう。こちらも約2マイクロファラッドです。さあ、それでは組み上げていきましょう。接着剤は使わずに手サテープで留めておきます。最後に AC アダプターが正常に認識されるか確認します。AC アダプターのプラグを挿入します。
やりました。130W、ちゃんと認識しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。いいねやコメントをいただくと嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。